途中経過を入れつつ、レビューをメインにしつつ燃費を見てくれていたところなんですけれども、まず一つね、ここに映っているエネルギーフローのモニター。これね、かっこよくなりましたね。ごめんなさい。今日のヤリスクロスは2025年式です。まだ新しい車。で、走ってるとね、今ここ黄色くなったりとか、色が変わる青くなったりとかね、いろいろします。で、あとね、もう一つ、一番先にちょっと一言を述べていきたいのがね、近接の音、低速時、時速25キロぐらいまでにエンジンが停止中になる、フォー、フォー、ちょっとね、ごめんなさい、音痴でね。車が近くにいるよって知らせてくれる音が大きくなったような気がするんですね。これは、この前クラウンエステート見てきた時に、あれちょっと近接なんとか音大きくなったんじゃないのって思いました。で、その時いた知人にね、ちょっと大きくないって聞いたら、気のせいだよって答えが返ってきたんで、そうかなってちょっと思ったんですけれども、やっぱりね、大きくなったような気がしますね。2025年ぐらいからなのかな。車の外にいても大きく聞こえますし、車内にいてもね、でもかなり聞こえてくる。もう、エンジンかけて、その音消しちゃった方が快適じゃないのってぐらいにね、聞こえてきます。後でちょっと撮れたらね、自分黙ってその音撮りますね。ヤリスクロスハイブリッドの燃費を見てきます。今日は、定めたコースを一周してきます。で、そのコースを3つに割って、最初の区間をノーマルモードで普通に走る。で、次は山道区間なので、パワーモードにして、ちょっと踏み気味で走ってくる。で、戻りの一般道をエコモードにしてどれだけ燃費を伸ばせるかというところに意識して走ってくる。いつもね、自分が一人で燃費の動画を撮るときに通ってる道です。使ってる道。なので比較用としてもね、使えるんじゃないかと。何しろ夜今2時40分です。なので交通量に左右されにくいので、比較にね、適した時間、この時間に走ってきます。で、今日は自分一人です。乗ってるのは自分一人。で、条件としては AC がオンで冷房がついています。今24度の設定です。で、あとタイヤはさっき空気を見てきまして、基準値通り、フロント 2.3 のリア 2.2。まだ車が新しくてね、オドメーター1200キロの車なので、ほぼほぼ間違いなく新車時のタイヤが装着されていると思います。ということもあってね、しっかり車両に記載されている空気を入れていきました。ということで、この動画は燃費の動画なので、パワートレインとかアクセルブレーキとか、あとね、こういった部分の話に絞ってレビューをしていきたいなと思います。で、3つのコース、3つの区間に区切って燃費を見てくる。ということで、1つ目はね、普通に走るだけなので、中継地点に行って中間報告を挟んでいきます。それでは行ってきます。途中経過1回目です。さあ、現在の区間は、燃費が 26.4 キロが表示されています。ちょっとこれね、写真を撮りますね。写真を撮って距離を見ます。両方同時に見れないんですよね。スノーヤリスもそうでした。距離は 15.9 キロなので、誤差なく、いつもね、ここ走ってる車と同じ距離かな。15.9 キロでした。で、距離と燃費計が別々なので、しっかりリセットしてね、今、距離をリセットしました。で、燃費表示に切り替えて、燃費もリセット。で、どうでしょう、ちょっとね、思ったほどね、燃費が伸びなかったっていうところが、ちょっと正直なところですね。もうちょっといくかと思った。次の区間でちょっとね、カタログ燃費とかそのあたりの話もね、していきたいなと。で、パワーモードに切り替えます。じゃあまたちょっと行ったらね、カメラ回します。じゃあちょっとここで、山道区間の、レビューみたいのをね、挟んでいきます。
今日はねいつもと違うところからカメラ回し始めました。っていうのもね、カメラの設置というか固定の都合からちょっと揺れやすい場所に、揺れの影響を受けやすい場所に固定せざるを得なかったというのが一つと、あと車がね結構ね上下に揺すられます。特にリアサスがね、今日のヤリスクロスやけにリアサスがこう上下に動いてこう伸び縮みが目立つんですよね。衝撃は柔らかいんですけれども、その分車がゆっさゆっさ揺すられちゃうような感覚でね、そういうこともあってちょっとね、なるべくこう道がガタガタしてないところでカメラ回していこうかなと。で、さっきの続きの話ね、燃費、そう思ったほど伸びなかったとさっき言っちゃいましたけれども、でもすごい数値ですよね。SUV の中で、一番を争う燃費、多分一番じゃないかな。同じっていうかね、同じトヨタで販売しているダイハツのライズという車が、ハイブリッドがありまして、ハイブリッドで見てもライズかヤリスクロスかで、その燃費の一番をね、SUV 燃費ナンバーワンを争っているような2台がちょうど揃ってるので、次にねライズのハイブリッド乗ったら同じとこ走ってちょっと比較してみたいなと思っています。で、ここね上りわずかで下りが長い区間です。で、ここでちょっと気になるというか見たいのが、このエネルギーフローに表示されているバッテリーの残りの残量、どういった制御をするかというのがねちょっと気になっています。今ねほぼ半分だね。さっきエンジンかかってる時間が長い区間の時は残り2メモリで満タンというところに来たんですけれども、今パワーモードにしたらグッと使っちゃいましたね。でね、この電池がね満タンになっちゃうとそれ以上のエネルギーは蓄えられませんから、下り坂走っていてもどんどんそれをねエネルギーを熱に変えて放出していくしかない、その無駄になっていくわけですよね。で、最近ここ走った車で言いますと、ホンダのフィット、それからベゼル、それからシビックも走ったか、ホンダの EHV3 台で同じところ走っていまして、下り坂走ってるうちに満帆になっちゃいました。で、どうかな、トヨタのはなんかならなそうなんですけれどもね。この表示が正しいかどうかは分かんないですよ。嘘ついてるっていうのも普通にありますから、パワーゲージとチャージゲージとかね、あの辺ちょっとよくある話なんですけれども、このバッテリーの残量の表示も、多分電圧から算出していて、どこまでドライバーに教えてくれてるか分かんない。でもトヨタの車でこれ満タンになったのは自分は見たことないかなっていう感じでね、今 D レンジで普通に走っていて、しばらく下りです。この下 B があるんですけれどもね、でもね、とにかくごめんなさい、ちょっとハンドル雑になっちゃった。あーだこうだ言わないその燃費すごくいいですね。きっとね。これは最後のエコモードの区間も期待できそう。で、やっぱりヤリスクロスでいいなと思うのが燃費と、それからアクセルのパワーの出方、ここがいいです。これ以外は、ブレーキのフィールタッチとか、ハンドル周り乗り心地とかね、静粛性エンジンの振動なんかもそうか、なかなかね、なかなか言葉に濁したくなっちゃうような感じでね。あとお値段だね。お値段が圧倒的に安いハイブリッド、フルハイブリッドの SUV で、パワーの出方がいい。それからアクセルを離した時のエンジンブレーキも唐突なところがなくて、そうね、きつすぎず緩すぎず、良さがあって、この右足に関する部分はねすごくいいなと思います。これちょっと一番最後の区間にねドライブモード3つの感想とともにまとめていきますので、ちょっとねとりあえずそうだね、そこがいいという話だけで。で、あとね、前回の時のパワーの出方なんかはどうでしょう、そんなにそのヤリスのハイブリッドほど元気はないかなと。
5000回転ぐらいまでね、踏んでるとブオーンとね、回転数上げていきます。多分、5500回転からレッドゾーンになっていますので、5000回転ぐらいで、あれ、キープするのかな。そんな感じなんでね。でも、やっぱり伸びるところ、エンジンが高回転に達して、そのパワーがモーターと合わさって、出力されていく。トヨタの車がね、得意とするのは、伸びのところですね。なので、じわーっと出ます。アクセルバーンと踏もうが、ふわーっと全開にしようが、どう乗ってもね、じわーっと加速を始める。ここが、滑らかさ、穏やかさにつながっていていいんじゃないかと。グッと出ちゃう電気自動車らしさというのは魅力ですけれどもね。トヨタのハイブリッドは伸びやかで唐突感がないというのがいいんじゃないかなと自分は思っています。で、これ曲がったらちょっと一回止めて全開時の音を取りますね。思ったほどパワー出なかったかな。ホンダのフィット EHVRS の方が速度は出た。車重ありますからね。このヤリスクロスのハイブリッドが、スノーヤリスと比べて100何十キロ重いのかな。一番軽いヤリスの 1000cc ガソリンモデルは960キロ。で、今日の、ヤリスクロスハイブリッドグレード X が1170キロあります。で、グレード Z になりますと1200キロに達しますからね。ちょっと重さがあるというのはあるのかな。で、今ね、前回の、ごめんなさい、ちょっとカメラ揺れます。ゆっくり走りますね。しょうがない。今はね、撮影してる時に、前で光が見えたんですけれども、バイクが止まってまして、何してるかなと思ったら、新聞配達屋さんが、ちょっとね、道端でおしっこしてて、カメラに映っちゃったかな、どうかなって言ったところです。で、そうね、使えるか分かんなかったので、自分喋らなくて取り直した次第です。で、やっぱり揺れますね。ハンドリングのレビューは別の動画で撮りたいので、一言だけ。結構ね、リアサスが硬い。今日のヤリスクロスハイブリッドは。前乗った2021年式とかとはちょっと違うかな。ガソリンモデルほどガッツン来ないですね。デビュー当時のガソリンモデルはここガチンガチン言いながらしていました。それはないですけれども、リアサスが動く印象があったんですけれどもね、今日はちょっとリアサスが硬くてパタパタいってます。距離、オドメーター1200キロなので、どうでしょうかね。ちょっとそういう差もあるんで、なんとも言えないですけれども。あと、ハンドルは、今みたいなね、今時速40キロなのですごいゆっくり走ってますけれども、揺れちゃうんでね、ごめんなさい、どうしようもないです。普通に走ってて、拳1個か2個切ったところから、2個ぐらいだね。ハンドル、拳2個ぐらい来たところから、急に効きが良くなります。中心付近は意外と曖昧で、微調整が増えちゃうようなタイプ。あまり直進性は良くないです。しょうがないですよね。車小さくてホイールベースも短いですから。今音も何も言わずにセンタリング機能が入りましたね。ブレッドも来なかった。ハンドルブレッドも来なくて、左前の垂れてるキーを受けたら、そっち側にちょっと引っ張られましたね。で、ちょっとハンドルの話に戻りますね。ハンドルは別の動画で述べるので一瞬だけ。そう、拳2個ぐらい来たところで急に効きを増す。中心付近は意外とね、曖昧さがあるといったところでね。今日の車はタイヤが16インチを履くグレードです。で、これがね、グレード Z になりますと、Z アドベンチャーとか GR スポーツ、この辺になりますと、タイヤが18インチになります。で、当然18インチになりますと、微小打角とかね、直進時のグリップ力は増すでしょうから、そこでバランス取られてるんですかね。
で、多分ね、乗り心地もそっちの方がいいんじゃないかと。いつものトヨタのパターンです。タイヤ大きいグレードの方が、ハンドリングのね、緩いところから効きがいいところのつなぎが良くなるのと、あとは、路面の段差に見えない段差のゴツゴツ感っていうんですかね。今もう、ほぼ平らに見えますけども、コツ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 ずーっとしてます。もうゴリ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 してる。サスペンションのフリクション大きいよね、みたいなところがね、結構体に伝わってくるんですけれども、これが、タイヤの変な硬さ、タイヤの硬さみたいなところもね、あって、意外とね、トヨタって大きいタイヤ、薄いタイヤの方がね、この辺りが硬くないタイヤだったりもしますから、ありえますね。特にこのグレード X は燃費特化したタイヤかもしれないです。というのも、グレード3つある中で、かなりね、燃費が差があります。X が 30.8、G が 30.2、で、Z になりますと 27.8 なんですね。ホイールの重さというのもあって、それがカタログ燃費に出てきてるとは思うんですけれども、車重の差は30キロしかない。でも意外と燃費の差があるんでね。で、実際に走ると、多分、タイヤのグリップ感とエコ性能の部分で違いがあるのかなっていう気もしてね。あんまり喋っちゃうとね、乗り心地の回で話すことがなくなっちゃうんで、この辺にしておきます。パワーの出方が良くて、燃費性能がすごくいい SUV。で、あと、そうね、触れなかったのが、パワートレインに使う部分か。エンジンはゴロゴロ言います。同じ3気筒でもね、例えば、1000cc のスノーヤリスの 1000cc の3気筒があって、で、1500cc の3気筒があって、で、ハイブリッド用の 1500cc の3気筒があって、で、その中にはね、バランスシャフトとかカウンターシャフトと呼ばれる振動を打ち消すような部材が使われてるもの、使われてないものとか、あります。でも結局ね、自分思うんですけれども、スノーヤリスの 1000cc の3気筒が一番ジェントルです。振動の面でも、パワーの出方の面でも、音の面でもだね。一番滑らかと言っていいのが、一番安い 1000cc の1000cc の3気筒。意外ですね。意外じゃなくて、自分知ってたんですけれども、ちょうど最近ね、1000cc ヤリスの動画上げていますので、よかったらそっち見てください。そうね。で、こっちの1500の3気筒は、つぶつぶ感、3気筒らしさがすごく目立つ。で、ガソリンモデルとハイブリッドモデルで、多分ね、アトキンソンサイクルとオットーサイクルの差があって、バランスシャフトの有無があって、ガソリンモデルの方がね、滑らかだと思います。ハイブリッドの方が効率いいエンジン回転数でブワッとかかったりね。そういうところがあって、で、振動の出る領域はスキップできると思うんですけれどもね。速度とエンジン回転数が比例してないですから、嫌なところスキップできるんでしょうけれども、その嫌な振動が出るところが多分一番燃費がいい領域なんじゃないかと。これマニュアル車でね、いろんな乗り方試してみて思うのは、ギリギリ狙うと嫌な振動が出やすいところに来る、出るところに来るっていうのがね、ありますね。途中経過です。さあ、山道区間を走ってきて、さっきと同じ中継地点に戻ってきました。燃費はね、今度は、って納得できるようなね、いいねって思える笑顔の燃費です。でね、今表示されている燃費は、32.5 キロです。いやー、燃費いいね。いつもこの区間が一番燃費落ちるんですね。で、1回、2回か3回ぐらい全開吹きますので、そういうのも少しは影響してるのかな。ってあるんですけれどもね、今日はね、この区間が一番燃費が良かった。理由はちょっと今、後で述べますね。とりあえず、今出てる燃費が 32.5 キロ。で、走った距離が 14.1 キロです。
じゃあちょっとリセットしますね。いつもね、これ難しくて忘れちゃうんでね。何かしら間違える。はい、燃費系リセットしました。距離もリセットしました。で、モードをエコモードに切り替えます。OK です。そう、今ね、走っていて思ったというか、下り坂の区間が、結構ね、ハイブリッドにしてはね、回生弱めで転がっていくっていうのかな。アクセルオフで転がるのが、長い。ものすごくね、燃費のいい、例えば最近ですと、スイフトのエンジンみたいに、もうどこまでも転がっていく感じではない。でも、そうね、普通の CVT 車と同じように適度に転がっていって、それをうまく活かせたっていうのがあるんでしょうかね。そんなこんなでね、じゃあちょっとここからはエコモードで集中して走って、途中で動画を回します。前方です。途中経過です。今ね、エコモードにして限界まで燃費を意識して走っています。で、距離 11.3 キロ走ったところで、燃費計は 64.7 キロが表示されています。この区間はね、もう驚かないです。この前のシビック EHEV とかね、もっといい数値でしたから、ハイブリッドが得意なところっていうのかな。蓄えた電力をね、シビックの時は満帆まで溜まったのがぐっと下がったとかそんな感じだったかな。で、エンジンがかかり始めたみたいな感じでしたね。で、トヨタのハイブリッドは多分そんな単純じゃないというかすごく難しくて、タコメーターとかもね、ちょっとにらめっこしながら来て、いろんな場面がありますね。で、まずね、先ほどの山道区間の下りのところは満タンまでは行かなかったです。最大で、一番満タンから2メモリ減ったところまでだったかな。逆にそこで蓄えた電力を使って今ここをね、走ってきたわけですけれども、それでもね、残り3メモリ割らないですね。残り3メモリまで行くとエンジンがかかりやすくなって、7回12キロ走ってる間に7回エンジンかかりました。それぐらいでね、バランス取られてる。で、今57キロか。この辺ちょっと上りなんでね。なんかもう驚かなくなりましたけれどもね。あと、そう、山の方に向かって行って帰ってくるわけですから、若干下りが多いというね、可能性は十分に考えられます。そんなね、目に見えるような下りはないんですけれども、全体的にね、少しずつ下ってるような感じ。で、この辺からちょっとずつ悪くなっていくのかな。で、ね、今もエンジン止まっていて、アクセル 5% かもうちょっとか 10% ぐらい踏んでる感じか。10% アクセル踏んでいます。で、この 10% 踏んでるような、加速も減速もしないようなところで、この領域でエンジンがかかると、なかなかこうブルブルブルっていう振動とエンジンの苦しそうな音がミックスされていてね、あんまり気持ちよくないというかね、もうほんと燃費スペシャルに割り切ってるようなシステム、パワートレイン、パワーユニットって最近言うのかな、 PU だね、パワーユニットって感じでしょうかね。でもそうね、普通に何も考えずに乗れば、特にね、アクセル全開しない領域では過不足なくトルクついてきて、すごくね、乗りやすいっていうのはあります。で、燃費最優先の運転すると、特にね、エンジンのブルブルって振動がペダルとかシートとかから伝わってきて、音もね、効率良さそうな音でありつつ、苦しそうな音でもありつつっていった感じですかね。で、いろんな、あれですね、いろんな状況によって、回転数の違う感じのね、負荷とかで音を変わるとか、いろんな状況起きてきますね。改めてこのトヨタのハイブリッド面白いと思います。なんかね、プリウスの場合ですと、コードってプログラムです。どんな時にどうするかっていう制御のコードが1億行あるそうなんですね。1億行ってとんでもないです。コード書いてみるとね、よくわかる。そんなの書けないね。書いたら書いたで後でメンテナンスできなくなりますしね。っていうぐらい複雑に、トルクの出方、それからね、エンジンの使う領域、モーターの使う領域、
あと合わせて充電もできるわけですから、ものすごいいろんな場面でね、限界まで使ってるっていうのがね、あるんでしょうね。といったところで、さらにそれを複雑化されているドライブモードについていきたいなと思います。ごめんなさい、今日ちょっとろれつ回ってないんで、エコー、ノーマル、パワーっていうのが、このヤリスクロスには3つのドライブモードがあります。で、まあまあ違いがあって、でまあまあ同じとも言えるようなね、面白さを感じています。で、まず同じと感じるところで言うとね、アクセルペダルで言った時に2割ぐらい踏むまでの感覚は一緒です。なのでエコーモードで走ったからといってかったるさを感じるわけでもないし、パワーモードだからといって過敏な飛び出す感を感じるところもない。ここを一つね、いいドライブモードだねとちょっと思ったところですね。もうちょっとどころじゃないね。ほんとこんなところでどれもモード使えるよと、ほんとね、どのモードも使えるように作られています。なので、このトヨタのハイブリッドね、右足に関するところだけはいいよと。すみません、あとはね、どうしてもやっぱり価格の問題もあって、あんまりよろしくないところが多いんですけれども、右足に関する部分はね、よくできてますね。でね、その先の違い。3割ぐらい踏んだところからで、エンジンが、加速でトルクが必要だからエンジンがかかる場面。この時にアクセル踏み増しして素早くエンジンがかかるのがパワーモードで、ワンテンポ置くのがノーマルとエコモードみたいな印象ですね。これもやっぱりね、いろんな状況あるでしょうから、自分がね、今乗ってる中でですね、思うところが、そんな感じ。みんな飛ばしてるね。ビップカーだ。車高低くてタイヤハの字だ。6気筒のマニュアルの音だね。超引っ張ってる。あとそうブレーキだけ付け加えます。ブレーキが今止まるんでね、止まる直前の抜いてくる動作、これはねやりやすくなりました。さっきね試していたんですけれども、速度計がデジタルで出てくるんですね。これが0キロの表示のまま薄いブレーキでね、スーッとずーっと走れる。で、微調整もできる。ここはね、ヤリスクロスはトヨタのハイブリッドの中でもとっても優れてるって言っていいのかな。今まで乗ったトヨタのハイブリッドの中で一番いいかもしれない。クラウンとかでもね、クラウンスポーツとかでも難しかったか、クリープが強いっていうのもありましたしね。クロスオーバーとか、クラウンクロスオーバーとか、アクセルオフ、ブレーキを離しただけで時速8キロとか出ちゃいまして、ってね。で、そのクリープの力を殺すのがものすごく難しいブレーキでした。で、こっちのヤリスクロスハイブリッドも、やっぱり進化してます。デビュー当時から見るとね、2021年頃のモデルと比べると、そこはすごく扱いやすくなっている。その代わり、こういうところでね、下りだからとかコーナー手前だからとか減速するときのちょこっと踏んだところがね、すごいピョコッときやすい。この踏んだ瞬間はものすごく狭い領域で細かくね、もうわずかな領域で調整しないとクックってきちゃいます。で、乗り心地ガツガツしてる割にフロントサスペンションはシュコって頭下げやすいんでね、ものすごく神経使う。なのでこのヤリスクロスハイブリッド2025年式に関しては、踏んでいくときはすごく神経を使う。でも抜いてくるところはそんなに神経を使わない。あと、クリープ現象を殺して、正確に言うと疑似クリープだね。を殺して、じわーっとごく低速でね、渋滞中のノロノロ運転なんか使うところは、余裕でコントロールができる。で、車側も多分そこ使ってるんでしょうね。今ブレーキホールドかかっています。で、ブレーキホールドからアクセルと踏んで発進するときなんかも、随分ね、滑らかになりました。トヨタのブレーキホールドね、もうみんなカッコン言いながら出ててね、うわ、不快だ、使いたくないって感じでしたけれども、これは普通に使えるブレーキホールドです。なので、多分ね、まだ使っていませんけれども、
レーダークルーズで停止とかをね、使うような領域とか、ノロノ運転するような領域でも、このブレーキの扱いやすさっていうのはね、車両側もそこを使って、カックンカックン言わずに走ってくれるんじゃないかなという期待はできます。ということでね、間もなくゴールです。止まったらね、ちょっともう一回カメラ回しますね。ゴールです。さあ、今日はね、今までで最高かな。このコース最高の、第3区間で言ったらね、最高の燃費になっています。ちょっと止まったら G を見上げますね。何しろ切り替えないと距離見れないですからね。あとハイブリッドがいいのは、この辺ね、のっそりしてても燃費が落ちてこないところ。ハンドル周りはね、今ちょっとハンドルから力抜いただけでね、嫌なところが出ちゃったりもね、そういうのもあるんでね。ほんと燃費スペシャルな SUV でもライズも良かったですからね。ちょっともう一回今度やりますね。じゃあ今度は、まずね、距離から言います。距離 15.9 キロ走っていきました。走行時間31分。で、表示されてる燃費は、じゃーんとね、51.4 キロが表示されています。今違う方のカメラで撮って合わせますね。すいません、今ちょっとカメラ変えました。で、マイク繋いでないんでね、一瞬なんで、ちょっとこれだけ見てください。今出てるのが燃費 51.4 キロです。今までで最高ですね。で、距離は切り替えますと 15.9 キロ。そうね、そんな長い距離じゃないんでね。で、今日走ってきたのが、時間にして1時間45分ぐらいかな ?1 時間半ぐらいかな。で、全部で、ちょっと平均はね、後でまとめて出します。で、そうね、今、これ、タコメーターが表示されてるの、わかりますよね。5500回転からレッドゾーン。で、これが切り替えできます。これちょっと、別の動画で挟みますね。とにかくね、これがね、切り替えないと見れない。こんな感じで、A と B と。トリップ A の方は、今日全部走ってきたのが 75.8 キロでも、燃費の表示は出てないから、ちょっとわかんないですね。で、ちょっとこっちに移しましょうか。はい、ちょっとピント合わせ直しますね。はい。どうかな、このぐらいでいいかな。はい。これが、今の時代のトヨタのエネルギーフローです。だいぶ変わりましたよね。今までの、ちょっとね、わかりやすくてシンプルでいいんだけれども、車というね、最低でも200万出さなきゃ買えないようなものにはどうなのかなっていう感じでしたけれども、これだったら納得じゃないかなっていう絵に変わっています。色とかもね、変わったりしますしね。で、あとは一緒。ここだけですかね。この辺は多分一緒です。こんな感じかな。過去最高、自分がさっき登録したのがね、36.3 キロで、今日70何キロ走ってました。で、今度51キロですから、ちょっとこれ、更新、過去最高 51.4 キロ。これはもう誰も超えられないよね。レンタカーなんでね、誰か超えたら、すごいなと。こんな感じかな。これ15分前。エンジンかかったところだけ悪くなる。理由はね、1回かかると30秒ぐらい結構回るんですね。止まったりかかったりを繰り返すよりも、不快感少ないような感じでかかっていました。じゃあ、あとちょっとね、まとめるかテロップ出します。集計した燃費がこんな感じっていうところかな。ということで、この動画は以上になります。あと乗り味とか内装とか含めた総合レビュー別に上げていきますので、またどうぞよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。